ヤッホーとしきです。今回は誰でも簡単超絶バフビルドとエコーのドロップ仕様解説ということで、今回はね、マジで誰でも組める超高火力なビルドを探してきました。メインのアタッカーの攻撃力が 57.5%、ダメバフが 37%、さらにモルトフィー君の追撃も OK っていうデタラメな火力バフなビルドになっています。まずはそのビルドの概要を説明してから、どういった感じでそんな高火力のバフを作り上げていくのか、エコーのセットはどんな感じなのかっていうところを紹介していきたいと思います。そのエコーの効率的な集め方と海外で話題になっているエコーの確定ドロップについてのお話をしていきたいと思います。あと冒頭で前の動画でお話しした情報の修正がありますんで、まずそれに触れてから本題に入っていきたいと思いますんで、もしよかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、まず最初にちょっと本題と外れるんですが、前の動画でお話しした情報の修正を行いたいと思います。何を修正するのかというと、一番最初に出した動画で、このコスト4のエコーたちですね。この一番上のクリティカルとか攻撃力とか防御力がつく欄に、属性ダメージもつきますよって言ってしまったんですけど、ここはね、属性ダメージはつかないです。普通の攻撃力と防御力と HP に加えて、クリティカルとクリティカルダメージ、そして HP の回復効果アップ、この種類だけがつくので、もし前の動画を見てくれた人の中で、ここにね、属性ダメージつくと思ってる方がいたら、本当に申し訳ないので、ここはね、属性ダメージつかないと、ちょっと情報を修正させてください。ぜひね、皆さんここは頑張ってクリティカル系を厳選してみてください。はい、早速今回の超強力な汎用ビルドの概要について説明していきたいと思います。ざっくり説明した後に、どうやってそのバフを作り上げるのか、どういったエコーの組み合わせがいいのかというのも次の章で説明していきたいと思います。まずご覧のように2パターンご用意いたしました。ガチャからしかゲットできないキャラも含まれているんですが、パーティー2の方でも全然こちらは組めますよね。サンカちゃんは配布だし、白紙ちゃんも最初からもらえますよね。なのでここは無課金の方でも組めるキャラになっています。左がメインアタッカー、真ん中がサブアタッカー、右がヒーラーですね。で、白紙ちゃんの場合はちょっとバフの量が減ってしまいますが、後で数値的なのもまとめて計算したものを出しますのでご安心ください。ぶっちゃけベリーナと白紙ちゃんでもそんなにね、バフの量は変わらないので、そこもね、安心してもらって大丈夫です。まずはこちらのパーティーから説明していきたいと思います。一番火力の出る今回のコンセプトチームって感じですね。で、左がメインアタッカー、キエンを使ってるんですが、ここは正直誰でもいいです。主人公でもいいですし、シカちゃんとかヤンヤンちゃんとか、タンキンちゃんでもマジで誰でもいいです。自分の好きな、メインアタッカーを選んでみてください。主人公とかいいですよね。強いんで。で、真ん中は僕、モルトフィー君使ってるんですが、ぶっちゃけここはサンカちゃんでも別に全然 OK です。なぜここがモルトフィー君なのかというと、ここが銃撃ダメージブーストだからですね。僕が普段使っているキエンは、共鳴解放を打った後に全部銃撃扱いになるので、モルトフィー君にしているだけなので、もしここが主人公とか、他のヤンヤンちゃんとかのキャラの場合は、全然サンカちゃんの通常攻撃ダメージブーストを選んでみてください。ここはね、本当にメインアタッカーの通常攻撃か銃撃によって選んで変えてみてください。そしてヒーラー枠、ベリーナちゃん。ここはね、マジでね、ガチャで引けてたら嬉しいなっていうのと、最初選択して選ぶこともできますし、星5配布チケットももらえたんで、ぜひね、ベリーナはゲットしていただきたいかなって感じですね。今後メインアタッカーはどんどん強くなっていくと思うんですけど、ヒーラーの、例えばベリーナの上位互換みたいなキャラって多分もうちょっと先になるんじゃないかなって予感してるんで、回復もしやすいし、ダメージブーストも結構強いの積んでるんで、ベリーナはね、マジで引いた方がいいかなと思います。今回の動画見終わる頃にはベリーナちゃんマジで欲しいってなってるんでご安心ください。で、続いてチーム2ですね。ここメインアタッカー誰でもよくて、ここはサンカちゃんのパターンと、で、白紙ちゃんのパターンですね。本当に配布キャラで組めるチームです。はい、そして次はダメージバフ、攻撃力バフ、どうやってそんなにつけるのっていう内容の話と、おすすめのエコーセットの話をしていきたいと思います。またさっきと内容が被るんですが、メインアタッカーはマジで誰でもいいです。自分の好きなキャラで、自分の好きな属性に合った5セットをつけてみてください。なのでここは飛ばします。続いてサブアタッカー枠ですね。モルトフィー君から解説していきます。武器もそこまで大事じゃないんですが、おすすめは共鳴効率がサブについているものがいいですね。まあ全然攻撃力でもいいです。で、エコーですね。ここサムネイルにもあったと思うんですけど、一番重要なところです。まずこちら、無情の詐欺を装備してください。こいつは消滅ダメージを与えるスキルなんですけど、もう属性無視してとりあえず詐欺をつけてください。そしてこの説明スキルに書いてあるんですが、無情の詐欺のスキルを単押しすると 310% の消滅ダメージを与えて、その下の方ですね。初めて敵に命中すると自身が共鳴エネルギーを10ポイント獲得。その後15秒間、収装スキルを使うと次のキャラがダメージ 12%
バフを15秒間ゲットすると書いてあります。詐欺に合わせてエコーのセット効果を慶運と書いてあるやつにしてください。共鳴効率アップ 10% と収装スキルを使った後に次のキャラの攻撃力が 22.5% アップ。これにしてみてください。で、コスト43311となっていて、4は固定でいいですね。で、3のうちどちらか消熱ダメージは取っておくとして、攻撃力の方をできれば僕持ってないんですけど、共鳴効率がいいかなって感じがしてます。で、コスト1は攻撃力で固定でいいですね。はい、ここまでまとめます。サブアタッカーは詐欺を装備してスキルを使うことを忘れずに覚えておいてください。そして、慶運という5セットをつける。この時点でダメージバフ 12% と攻撃力バフ 22.5% をゲットしています。これは同じように参加者を使う場合でも全く同じ慶運装備で詐欺を装備してください。で、続いてヒーラーですね。ここもベリーナと白紙ちゃん両方同じものをセットしてください。はい、こちらもサムネにあった亀を使います。こちらはスキルを使うと防御力依存で 132% の凝縮ダメージ。ここはね、あんまりもうダメージは期待しなくて大丈夫です。その後が重要ですね。15秒間継続してキャラの火ダメを 50% した後に 10% のダメージバフをゲットするんですね。そしてその亀に合わせてヒーラーなんで回復を選んでください。開口と呼ばれるセットスキル。これを5つセットすると回復効果が 10% アップしてチーム内全員の攻撃力が 15% アップ。はい、ここまでで 10% のダメージバフと攻撃力の 15% バフをゲットしています。さらにまだあります。ベリーナちゃんの固有スキルでここですね。ここを解放していただくと、銃撃、空中攻撃、共鳴解放、スペシャル技ですね。元素爆発ってやつですね。または収装スキルを使うと、チームメンバーの攻撃力がプラス 20%。要はベリーナで回復するか、共鳴解放を打つか、それか収装スキルを打つと、チームメンバーの攻撃力が 20% 上がるよということになってます。まだあります。ベリーナの収装スキルで HP を継続的に回復するんですけど、その後、チームの全キャラクターに 15% の全ダメージブーストを付与する30秒間ですね。これやばいですね。ここがね、ベリーナちゃんマジで引いた方がいいよっていうゆえんなんですけど、回復と収装スキル使うだけで攻撃力とダメージバフ 20% と 15% 両方一気にゲットできるんで、マジで強いんですよね。はい、ここまで今いろいろ言ってきたものを全部合わせると、攻撃力が 57.5% アップ、そしてダメージバフが 37% アップ、さらにモルトフィー君の共鳴解放を打ったら裏から追撃もしてくれるんで、そのダメージ分も加味すれば、キエン君でデタラメな火力を出すことが可能になるんですね。これマジでやばいです。おまけにベリーナちゃんの固有スキル、収装スキル、そしてエコーのセットスキル開口ですね。で、あと亀のダメージバフとかも合わせると、サブアタッカーも攻撃力が 35% アップとダメージバフ 25% アップをゲットすることができます。で、皆さん計算めんどくさいと思うので計算してきたんですけど、それぞれ30秒とか15秒とか、いろいろね、秒数が決まってるんですけど、要するにメインアタッカーがさっき言ったバフが約10秒間ゲットできる仕組みになってるんですね。このメインアタッカーのバフが約10秒って長いと感じるか短いと感じるかなんですけど、個人的にはめちゃくちゃ長いと思ってます。10秒間こうやって攻撃できたり、共鳴解放とかもできたりしたら、もう一通りの1コンボはね、全てのキャラでも終わってると思うんで、それが終わったらベリーナちゃんに切り替えて、また回復からやって、収装スキルを貯めて、モルトフィー君に変わって、また共鳴解放溜まってたら打つし、溜まってなくても、詐欺を使って、バフをつけていく。そしてメインアタッカーに変える。このやり方だとね、どんどんループできて、全てのね、バフをフルでかけることは、2周目以降はちょっと難しくなるかもしれないんですけど、とてつもないバフはね、ずっとつき続けるんで、マジで強いと思います。そしてチーム2の解説ですね。こちらは白紙ちゃん、サンカちゃん、両方とも配布キャラで組めるチームになってますんで、メインアタッカー好きなキャラを選んでみてください。こちらも基本的な使い方は全く一緒です。メインアタッカー好きなの組んでいただいて、サンカちゃんでさっき言ったモルトフィー君が装備していた詐欺と慶運セットをですね、共鳴効率の上がるもの5セットつけていただいて、白紙ちゃんも回復、ベリーナと全く一緒ですね。ただちょっと違うのは、固有スキルが違う点ですね。白紙ちゃんの場合は、ここもまた終ボス亀を倒して解放していただきたいんですけど、共鳴スキル発動後に、幽雲っていうなんか優しいドラゴンみたいなのが15秒間
存在する天の音、天の音って読むんですかね。それを1枚羽みたいなのを落としてくれるんですね。原神でいうところのシャンリンが、グオパーがなんか唐辛子を落とすようなもんですね。で、あれを拾ったキャラクターが攻撃力 15% アップ20秒間っていうんで、これはメインアタッカーに拾わせるようにしてください。そして収束スキル。これは次の登場キャラの HP を持続的に回復して 15% の全ダメージブーストですね。これはサブアタッカーに付与される感じになりますので、やっぱりね、さっきの紹介したベリーナちゃんパーティーよりかはバフは下がってしまうんですが、いろいろ今まで説明してきたバフ、ちょっと減った分も込み込みで全部計算すると、略しちゃんパーティーは攻撃力バフが 52.5%。さっきよりマイナス 5% だけですね。そしてダメージバフが 22%、マイナス 15% ですね。そしてサブが得られるバフが攻撃力 15%、20% 減で、ダメージバフが 10%、さっきより 15% 減って感じになってるんですが、十分強いバフですよね。攻撃力バフだけ見れば 5% の差だけで 52.5% なんで、マジでこっちも強いと思います。今回の肝は、この開口セット、回復セットのチーム全員の攻撃力アップと、共鳴効率アップ、慶運の5セットの次に登場するキャラの攻撃力バフ、そして詐欺のダメージバフ、亀のダメージバフがめちゃくちゃ強いんすね。それでは実戦行ってみたいと思います。そこにね、ちょうど手頃な亀がいるので、一回、キエンくんだけで何もバフなしで戦ってみたいと思います。さあ、やっていきたいと思います。普通の通常攻撃がクリティカルだと675とか、クリティカル出ないと300とかっていう感じですね。数字というより HP バーの減り方を見ていただきたいですね。今回は共鳴解放せずにいきたいと思います。普通にただただ単純にずっと殴っていくっていう戦い方でやってみたいと思います。はい、共鳴スキルがあんな感じの減り方ですね。結構割とね、キンくん頑張って育成してきたんで減ってる方なんですけど、結構時間かかりますよね。はい、こんな感じでした。それでは攻撃力バフをつけて戦いに行く前に、どこの数字に攻撃力 57.5% がつくのかを説明していきます。普通のステータス画面のこの点々点を押すと、こんな感じの画面になると思います。ここはね、原神も共通なんですけど、ここですね、攻撃力661足す934という値で、今合計が1595ですね。ここの661っていう数字が何かっていうと、キャラの基礎攻撃力になります。基礎攻撃力っていうのは、キャラ自体の攻撃力に武器の攻撃力を足し算したものになります。で、右の934っていうのは、この661の数字に対して、エコーが持っている攻撃力 10% とか 15% とか、実数値50とか72とか、なんかそんな感じの数字ですね。661の基礎攻撃力に対してついた数字が934と、まず覚えましょう。で、今回の攻撃力バフ 57.5% は基礎の661にかかるんですね。ちょっとね、数字めんどくさいよっていう方いると思いますんで、もろもろ計算すると1975という数字が出てきます。そしてさらに今回僕が使っているキエンくんは、こちらの特殊の固有スキルによって変装スキル後に攻撃力が 10% 上がる仕組みになってますんで、ここもね、661が計算されますから 10% なんでプラス66、1975足す66で、この全体の攻撃力が2041になれば正解になります。こう考えると攻撃力がだいたい450ぐらい上がってるんで、めちゃくちゃなバフですよね。はい、それでは亀が復活したところで挑んでいきたいんですが、その前に、だいたいね、皆さんボスに挑む前に、これ知ってるかな？ HP の左に、モルトフィー君だったら真ん中の赤いゲージの左に炎マークついてますよね。あれが変装スキル、収束スキルを使うための共鳴エネルギーなんですが、これ溜まってない時どうしようかなってなると思うんですけど、これね、何もないところでもスキルとか打ったらね、これ溜まるんですよね。同じようにベリーナちゃんも、三角でこうやって攻撃して、ゲージが溜まってるところで空中攻撃とかすると回復できて、それでも溜めることができるんですよね。これ便利ですよね。ので、敵と戦う前にここら辺で空打ち、スキルの空打ちとかして、この共鳴エネルギーを溜めてから挑むっていうのが一つポイントですね。先ほど言った通り、攻撃力が2041になっていれば正解です。はい、それではやっていきましょう。まずはヒーラーから始めます。まずはキャラクターを回復して、さらに変装スキルを使っていきたいと思います。はい、こんな感じで攻撃して溜めながら溜めて、今回復しましたね。回復したら、亀を使いましょう。亀を使ったら切り替えてモルトフィー君です。そしたら詐欺を使います。はい。詐欺を使った後に、共鳴解放を使って、それで
はい、交代して、ここの段階で攻撃力を確認してみます。はい、ご覧の通り攻撃力が2041になってますよね。661に対してプラス1380。やばくないですかこれ。しかも今、モルトフィー君の共鳴解放を打ったんで、裏から炎の追撃してくれるんですよね。まあ、今回はね、残念ながらモルトフィー君の育成が間に合ってないんで、攻撃力651の追撃なんで、そんな強くはないんですけど、かなりダメージうまいですよね。それでは戦ってみたいと思います。はい、さあ、どれぐらい減っていくのかって感じですけど、もう通常攻撃ダメージでもこんなに減ってるんですよね。はい。モルトフィー君は銃撃ダメージバフなんで、全然ダメージバフは乗ってないんですけど、それでもこの勢いで、はい、ゴリゴリ削れていくんですよね。めちゃくちゃ強いっすね。はい、ゲット。はい、こんな感じでいかがでしたでしょうか。 57.5% の攻撃力バフとダメージバフ 37%、おまけに追撃付きで。で、これが10秒続くっていうんで、今10秒全然経ってないですよね。これマジで強くて、本当おすすめなんすね。はい、それではチーム2の実演やってみたいと思います。キエンくん、サンカちゃん、白紙ですね。チームにも同じやり方ですね。白紙ちゃんヒーラーから始めて、サンカちゃんに切り替えてメインアタッカーで殴っていくって感じになります。またちょっとこれで貯めていきましょう。ちなみに、スキルを打つとこういう感じの羽が落ちるので、これをメインアタッカーで取る感じでやってみてください。サンカちゃんのおすすめな理由をちょっと説明し忘れてたんですけど、こちらの特殊の固有スキルの欄、ここですね。ここをご覧ください。サンカちゃんは実は共鳴解放のスキル詳細を見ると、このスペシャル技を打つのに必要なエネルギーの消費量が100って書いてあるんですね。これ他のキャラクターよりもちょっと少ない値になっていて発動しやすいんですよ。そしてさらに真ん中の共鳴回路というところを見ていただきたいんですが、これから紹介するサンカちゃんの瞬間火力コンボでは氷をね、スキルと共鳴解放と変装スキルで合計3つ生み出して一気に起爆するんですね。で、実はサンカちゃんってよーくこのスキル詳細を読むと、その氷を一個一個起爆させたら1つにつき競争エネルギーが15獲得できる。3つ一気に起爆すると45の競争エネルギーを獲得できるって書いてあるんですね。これ結構ね、気づいてない方多いと思うんですけど、なんか皆さんサンカちゃん使っててやたら変装スキルのゲージたまるなって思ったことないですかね。それがこの氷を起爆した時の競争エネルギーをゲットしてるからなんですね。なので実は個人的にはモルトフィー君よりサンカちゃんの方が2周目のこのバフの組み合わせをぐる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 回しやすくて、結構ね、サンカちゃんでやってたりします。スキル打つだけでちょっと溜まりますし、これを起爆するだけでもちょっと溜まるんですよね。はい。なので、めちゃくちゃ変装スキルが使いやすいキャラになってます。はい、それでは、白紙ちゃんがあらかた溜まったのでやってみたいと思います。サンカちゃんはね、本当にマジで共鳴エネルギー溜まりやすいんで、こんな感じでも全然大丈夫です。それでは行きたいと思います。まあ、このチームはね、白紙ちゃんの共鳴エネルギーを貯めるのが結構手こずるっていう感じなので、お気をつけください。こんな感じで通常攻撃してゲージが溜まったら銃撃を当てることによっても共鳴エネルギーゲットできて回復もできるんで、これ覚えておいてください。はい、戦闘が始まりそうですね。それではやってみたいと思います。よろしくお願いします。まずは攻撃を避けて、ここら辺でスキルを使います。はい、スキルを使って羽を落としたらすぐ切り替える。で、三角でスキルを打って、はい、解放を貯めて、すぐ起爆ですね。はい。起爆したら切り替えて、キエン君で殴っていくんですけど、羽を取りたい。羽が取れなかった。羽が取れなかったんですけど、はい、こんな感じで、今のところ攻撃バフ 37.5% が、ついている状態ですね。これでも結構十分強いですよね。はい、行ってみましょう。どん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 。羽を拾うタイミングは結構難しいんですけど、はい、バフなしよりも確実に速いスピードで討伐することができました。いただきます。といった感じで、こちらは無課金、配布キャラのみで組める超バフパーティーなんですけど、いかがでしたでしょうか。結構強いですよね。まあ、このチームの難点は強いんだけど、白紙ちゃんのこの羽を拾うっていうのが難しい作業なのと、白紙ちゃん自体の共鳴エネルギーを貯めることですね。これさえ注意してもらえれば、まあ、羽は拾えなくても 37.5% の攻撃力バフと、ダメージバフが 22% つきますんで、ぜひ強いのでやってみてください。はい、それでは今回使っていたエコー、慶運セットと開口セットですね。このセットの効率的な集め方をご紹介したいと思います。こんな感じで該当する敵がいるんですが、実はですね、これ両方ともリンクしている敵がいまして、それがこの壊れかけの岩塊と、こちらのちっちゃい蝶々ですね。なんて読むかわかんないんですけど、遊ぶっていう字が入った蝶々。そして巨岩の闘士となっています。まずこいつらを討伐しに行くのが一番効率的ですね。で、さらにこの中でも巨岩の闘士と壊れかけの岩塊は、こいつらね、セットでいることが多いので、まずはデータドックから巨岩の闘
同士を追跡して、そうすることによって、このチビちゃんもおまけでついてくるんで、めちゃくちゃ効率がいい感じになってます。で、ついでこの蝶々を狙って追跡して厳選していってください。で、その後はもうここに乗っているものをどんどん倒していく感じですね。回復セットの方もここら辺に乗ってるものをじゃんじゃん倒していってください。で、実はこれ海外勢ではもう有名な情報になっているんですが、このフィールドボスとか週ボス、コスト3、コスト1にもそれぞれドロップする時の天井というものが設定されています。簡単に言ってしまうと、フィールドボスと週ボスは2回に1回確定でドロップするようになってるんですね。例えばこの雲仙の鱗を倒してドロップしなかったとします。そしたら次この無常の詐欺を倒すと確定でドロップするっていう仕組みなんですね。なので今もうお気づきの方いるかもしれませんが、例えば詐欺を倒して、出なかったなと思って、じゃあ他のこっちのなんか鱗を倒してるわっていうと、こっちが確定でドロップしてしまうんですね。詐欺が落ちない、鱗が落ちた、詐欺が落ちない、鱗が落ちたみたいな最悪なローテーションになってしまいますんで、そこだけはね、マジでお気をつけください。基本的には詐欺をずっと回ってれば2回連続でドロップすることがあったりするんで、ずっと回ればいいんですけど、2回に1回必ず天井が来るって分かってないと、すごいもったいないことになるんで、本当にね、気をつけてくださいね。そしてまたちなみに、このコスト3のエコーに関しては、天井が4に設定されています。これもね、狙って他のコスト3体倒して天井でトカゲを狙いに行くとか、そこまではしなくていいと思うんですけど、もし探索とかね、しながら他のコスト3を3体ぐらい倒したなと思ったら、一旦立ち止まってデータドックから自分の好みの、例えばトカゲだったらトカゲを追跡して倒しに行くと、高確率でドロップしますんで、これもね、利用してみるのも面白いんじゃないかなと思います。そんな感じでね、ぜひエコー厳選頑張ってみてください。いやー、そう考えるとベリーナマジでおすすめなんだよな。はい、ということでいかがだったでしょうか。誰でも簡単超絶バフビルドとエコーのドロップ仕様解説についてでしたが、いやマジでこのビルド一気にね、ダメージバフとか攻撃力も持っていくことができるんで、ぜひね、皆さんに使ってみていただきたいですね。これからどんどん強い敵が出てくると思いますんで、バフ系とかね、皆さん十分にね、チェックしながら進めていってみてください。これからも原神の経験を活かしながら動画出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。